皆様こんにちは。原亀です。よろしくお願いします。夏の暑い日続いていますが、ご機嫌いかがでしょうか。夏は暑いですね。僕もデブなんで夏は苦手なんですけれども、皆さんはどうお過ごしでしょうか。なんだかんだ言ってですね、どんどん時間が過ぎてまして、あれよあれよという間に日にちが経っていってます。動画を出すのが遅くなって申し訳ありません。今回はですね、ZQ の、関係の動画をやりたかったんですが、それもまだ、間に合わずですね、ちょっと雨天のですね、雨の時の撮影についてお話できたらなと思います。早速なんですけれども、大体ですね、フィールドで撮影をしてますと、レギュラーで、毎日、毎週とかそういう、決まったタイミングで撮影をされている方はみんなそうだと思いますが、雨が降っても、スポーツは通常通り、執り行われますので、当然ですね、カメラマンも雨が降っても写真を撮らなきゃいけないということが、多々あると思います。私の場合は、年間でそうですね、4分の1ぐらいが雨の日かなっていう感じですが、年によってはですね、雨が多い年は3分の1だったり2分の1ぐらいが雨天決行の撮影になるということですね。競馬の場合はですね、雪でも視界が悪くなければ雪でもやることがありますが、だいたい雪がひどくなってくると中止になります。なかなか雨で中止になるということはないんですが、それでもゲリラ豪雨のようなですね、すごくたくさん降ってるときは、下が田んぼみたいになってちょっと危ないぞと、運営側からの判断で、競技が中止になることもあります。でですね、ニコンのですね、カメラですね、ZQ の、今ちょっとやっぱり物足りないところっていうのは、カッパですね。今回雨天の話ですけど、カッパの、アイテムが相変わらず一向に出てこないと。で、ニコンの残念なところは、機材は当然いいんですが、そういうアイテムが遅いというところがあると思います。で、F マウントのカメラですね。今までのカメラですと、アイピースをですね、丸型アイピースの場合は、このようにですね、カッパに使えるアイピースになってまして、ちょっと一段他のアイピースよりも、なんていうんですかね、段差ができてて、カッパが通るようになってますね。カッパのファインダーのシリコンが伸びて、引っ掛けて撮るんですけれども、ニコンを使ってまして、一番、F マウントが、カッパは使いやすいですね。F マウント用のニコン純正のプロカッパが一番使いやすいです。これは4ニッパーとかの L サイズなんですが、全部この、ファインダーのところですね。ここは、シリコンになってまして、で、ここをカメラのファインダーに引っ掛ける。で、引っ掛けて、で、レンズの先端ですね。レンズの先端にこれを巻きつけて使うと。で、いろいろやぼったいものとか簡素なものとかあるんですけど、結局はですね、一番接点が少ないカッパが使いやすいんですよね。だから、ニコンのこのカッパは合理的にできてまして、レンズのこのフードの部分の頭の固定と、ファインダーの部分の2箇所ですね。それで固定して、カッパをつけられるようになってます。これが一番ですね、使いやすいです。実は、いろんな、今までカッパを試してきました。で、シンクタンクフォトの初期型ですね。こういうもうがっつり土砂降りの時に使うようなカッパですよね。これは本体を、入れてから、チャックを閉めて、手を入れて撮影するタイプですね。こういう形で手を入れちゃいます。
で、手を入れることによって、当然豪雨でもですね、濡れずに済みます。ただ、ファインダーとか、このファインダーと、レンズの、レンズの、前玉ですよね。前玉のところはどうしても出っ放しになりますんで、濡れないようにしなきゃいけない。どのカッパもそうなんですけど、濡れないようにしないといけないという、注意点はあります。ファインダーの部分はだいたいアイピースをですね、カッパ専用のアイピースをつけて使います。シンクタンクフォトですね。アクア、何でしたっけ？アクアテックですね。アクアテックっていうものも一時期使ってました。これ結構水中カメラとかそういう系の道具を作ってるとこなんですかね。ちょっとアメリカの会社かなと思うんですけど、アクアテックっていうのも使ってたんですが、結構ですね、癖がある使い方なんですよね。ファインダーも、ゴムを切り替えて使うタイプなんですけど、こういうですね、アクアテック専用のファインダーをつけて、同じですよね。シンクタンクとかと同じなんですけど、つけるようになってます。で、シンクタンクフォトも最近のやつはとてもよくできてまして、以前のやつはですね、ちょっと生地が硬かったりしたんですが、最近のやつはですね、これバージョンいくつとかちょっとわからないんですけど、非常に使いやすいですね。使いやすいんですが、取り外しとか、セットアップがやっぱり時間かかるんですよね。2箇所止めで、手を入れないタイプがやっぱり理想だと思うので、で、Z6、Z7 に関しては、アイピースをですね、そのシンクタンク用のアイピースが出てます。これをつけて、実は、このようにつけた状態で、ニコンのカッパがつくんですよ。で、結構ですね、その使い方をしてました。ニコンのカッパ。これですね。ニコンのカッパは、F マウント用なんで、ファインダーのここの部分が伸びて、引っ掛けるようになってるんですけど、角型でも結構ですね、あんまり関係なくいけちゃいます。で、ニコンのこのプロ用のカッパを、アイピースの部分だけシンクタンクのやつをつけて、使っておりました。これが結構ですね、一番使いやすい方法かなと思っております。で、雨の日はですね、どうしても、ファインダーが曇ったりですね、僕は特に普段メガネかけてますんで、寒い日とかメガネが曇っちゃって全然ファインダー見えないなーなんてことも結構ありますんで、そういう時はコンタクトに変えたりですね。いろいろ対策を取ってやってきてます。で、基本的には雨の時は、レンズ交換をしないようなスタンスで撮ってますね。ですから、ボディをだいたい3台使って、レンズを、超望遠と広角と標準と決めて撮ってます。で、暗い時はやっぱり明るいレンズを使うことがありますんで、単焦点レンズでだいたい、統一してます。で、ファインダーのこの Z9 のですね、ファインダーですね。ここのアイピースのゴムが外れますんで、ここにちょっとこれぐらいのスペースをつけられるような、工夫をすれば簡単にできると思うんですよ。ここに倍ぐらいの太さですかね、にしてあげれば、今までの F マウントのカッパがそっくりそのまま使えるはずなんですよね。丸のシリコンのところを伸ばして使うタイプなんですけど、これね、なかなかね、ニコンさんいつもこういうの遅いんですよね。だから早く出してもらいたい。比較的フィールドで使ってればですね、雨に打たれることは多々ありますんで、そういう撮影がね、多い時もシーズン的にありますんでね。そういう時はやっぱり、カッパがないと辛いですね。で、ビニール袋で自作して作ってる方や、タオルを巻いて撮影してる方もいるんですが、それはそれでいいと思います。ただですね、やっぱり、こういうちゃんとしたものがあれば、より撮影がはかどると思います。で、一番ですね、防水じゃないのって
思われる人もいると思うんですけど、カメラは防水とか防滴になってるんですけれども、何がめんどくさいかっていうとですね、こう、終わった後にびちゃびちゃになってますと、さすがにそれをそのまま来週、再来週なんてやってられないので、濡らすことを極力避けます。濡れちゃった場合はですね、僕が使ってるのは、よいしょ、こういうガンタイプの、ガスですね。ブロワーですね。いちいちこう手でやってるやつあるんですけど、あれは、まあ一時しのぎのほこり取りなんで、びちゃびちゃになった時にこのボタン周りですね、そういうものまではさすがにできないので、こういうですね、ちょっと音が大きくなりますけど、ガスっていうかその、コンプレッサーですね。コンプレッサーを使って、こう、ほこりを飛ばしたり、雨水を飛ばしたりします。これはちょっとなんていうんですかね、電源入れたばっかりだと、風が弱いんですけど、溜まってくると圧力が上がりますんで、そうするとかなりな勢いになりますね。ちょっと音がうるさいんで止めますね。で、こういうもので雨水を飛ばしまして、まあ、カメラのメンテナンスをすると。で、カメラは濡れたまんまですね、置いておくと、とても、よくありません。湿気はやはりですね、カメラに対してよくありませんので、雨の撮影の後はちゃんと機材のメンテナンスをする必要があります。で、結構ですね、海水だったりですね、波打ち際で風景撮影撮ってる方とかですね、カッパなしで撮ってますけど、基本的にはカッパをつけた方がいいですね。塩水の水しぶきがかかっていたりすると、まあそれが錆びだったりですね、故障の原因になります。防滴ですけれども、あまりにもですね、雨水でじゃんじゃん水が被ってボディが止まったりしますと、実は修理不能になったりするんですよ。修理不能になると、もう修理受け付けてもらえませんので、保証対象外になりますし、そうするともうその本体はお亡くなりになると、ちょっと厳しい状態、部品取りカメラみたいになっちゃったりすることもありますんでね。そういうのは注意していただけたらなと思います。あと、雨の日にですね、結構こう、たくさん降ってる時に、レンズチェンジをする人もいますけれども、僕は極力もうレンズチェンジはしません。ファインダーとレンズの正面に、まあ、雨水がつくことありますけれども、交換してる時にですね、この中のところセンサー剥き出しじゃないですか。まあ、Z キーはシャッターがついてますけど、それでも水が入るとやっぱり不具合起きますんで、こういう状態でやっぱり雨水が入っちゃうと、機械物ですから、ちょっと一発でアウトだったりしますね。現場でですね、一回カメラ止まったことがありまして、それはキヤノンのですね、D40 だったか D30 だったかサブカメラみたいなのあったんですよね。で、オルフェーブルのダービーの時に、まあ、口取りやってたんですけど、ものすごい降ってまして、まあ、あの時にですね、結構カメラ止まったっていうカメラマンいっぱいいましたね。その時にですね、僕もD40 やっぱり水没しまして、カッパを巻いてたんですけど、なんかですね、カッパを、外したのか、カッパのまま濡れたのか、ちょっとそこら辺記憶ないんですけど、ボディに、とにかく、この、あれですね、ブースターのドライブの下の分割部分がありますよね。そっから水がじゃんじゃん入りまして、で、まあ、初めてですね、雨の時に動かなくなったんですよね。カメラ動かなくなると、ただのおじさんですので、本当に機材が止まった瞬間にカメラマンではなくなってしまいますから、まあですね、基本的にはですね、まあ濡らさないようにして、まあ止まらないようにっていうのが基本だと思いますね。で、まあ、競馬はですね、基本的にゴール前とかそういう撮影は時間がとても短いので、意外となんだかんだ言ってですね、しのげたりするんですけど、他のですね、セレモニーの部分が長かったりすると、その時に雨がじゃんじゃん降ってくると、まあ、カメラ壊れちゃったりするような傾向にありますね。で、大体自分はですね、カッパを着ません。まあ、どんなに降っててもほとんど着ない。ものすごい降ってる時は、さすがにちょっと上着ぐらいは羽織るんですけど、まあ、びちゃびちゃになってもですね、カメラが濡れてなければいいかなっていう感覚ではいます。はい。で、やっぱりですね、カッパをつけてると、まあ、どうしても細かいところまで手が特に濡れちゃうとですね、ボタン操作がうまくいかないっていうところがありますんで、
そういう時はですね、極力やっぱり手を濡らさないように工夫をするってことですね。タオルをポケットに忍ばせておいて、タオルで手を拭きながら撮影するとかですね。特にひどいのが前玉をこう上に向けて置いちゃうと、雨がどんどん降ってきて前玉がびっちゃびちゃになります。そうすると、ソフトフォーカスがかかったみたいになってしまいますので、それは極力避けるということですかね。で、雨の時のですね、カッパの、チョイスですね。何がポイントかって言いますと、まずですね、やぼったくないことですね。手を両方入れて取るタイプですと、1個で取ってる場合はいいんですけど、2台、3台ってなってきますとですね、やっぱこう、一瞬でシーンが終わってしまうのに、手をこう入れて取ってるじゃないですか。で、ボディチェンジの時にこれを一回抜いて、次のボディを持って、またこのボディになるときにまたこう手を入れなくちゃいけないっていうのがものすごくストレスなんですよね。それはもうなしにして、大体こう手を入れるタイプは、ボディが1個とか2個とかですね、ちょっとレンズチェンジあんまりしなくていいぞっていう時は、それでいいと思います。ただちょっと短いシーンでたくさん絵を撮らなきゃいけない時は、やはり手をフリーにしたいので、手を突っ込むタイプじゃなくて、通常のですね、カッパですね。ニコンだったらこう、ね、こうかけてあるだけなんですよ、こういうふうにね。2箇所でこう釣ってあるだけなんで、これをパッと剥いで取ると。で、これをパッと離して、また肩にかけるということが容易にできます。これってなかなか優れものなんですよね。ただこう、ビニールになってるところっていうのは、経年劣化でどんどん白くなっちゃいますね。白くなっちゃうとね、どうなるかっていうと、シンクタンクのこれなんか、もう結構もう古いんで、10年、15年ぐらい前ですかね。真っ白ですよね。これがね、もう、中見えないんで、こうなっちゃうと、あとはコンパウンドとかで磨くと復活するんですけど、なかなかやらないですけどね。また白くなっちゃうんで、経年劣化でね、こうシリコンがこう、白くなってってしまいますんで、ここはメンテナンスが必要ですよね。もともとこういうね、透明なものでしたんで、時間が経つと白くなっちゃいますね。これ今透明です。はい。透明の時はいいんですけど、ここまで白くなっちゃうとちょっともう使いたくないなって思いますね。コンパウンドで磨いたりするとまた復活しますんで、そうすると使えますね。で、ニコンのこの S サイズのですね、小さいカッパは結構優れものでして、ここの距離が短いんですよね。そうすると、短いレンズは全部これで撮ってます。ただ、一箇所問題があって、こう、フードを止めた時に、ここがこう、ゴムで止めるだけなので、隙間から水が入ってきちゃうんですよね。それを防止するために、なんか巻いたりしてましたけれども、基本的にはですね、これもちょっとやぼったくてですね、ストラップを通すようになってます。こう、両側でね、こう、ストラップを通して、固定するんですけど、やっぱりストラップに固定されちゃうと、ここが固定されちゃうと引っかかって使いづらいんですよね。本来だったらこれもなしにしてもらいたいんですよね。だから小さいものも、2箇所止めにしていただくとすごく使いやすいかなと思います。あとは単焦点の明るいレンズで、暗点ですね。暗い天気を克服するには、できるだけ明るいレンズで、前回もやりました開放でいけるものは開放で撮ると。あまりですね、絞ったりしないでも、ピントは来ますよと。ただ、被写体振動を稼ぎたいときは、どうしても絞る必要があるんですけれども、どっちを撮るかですね、ノイズで若干荒れてる方を撮るか、被写体振動が浅いけれども、結構クリアな画質で撮れるかというところを、どっちをチョイスするかっていうのは、撮影者の意図が入ると思いますね。とにかく雨の時の撮影はですね、基本的には機材を濡らさないと。で、濡れちゃったらメンテナンスをきちっとやると。で、基本的にはもうメンテナンスするのが大変だよという時は、なるべくやっぱり濡らさないように撮影するっていうのが基本になると思います。で、フィールドで撮影してるときはもうしょうがないんで、雨は
もう晴れてる時のように感覚で、まあちょっと濡れても大したことないなって思って、まあ撮影することが大切かなと思います。まあ僕が駆け出しの頃ですね、よく先生に言われたのは、雨が降ってたり、悪条件撮影の時の方が人とより差がつきますんで、まあそういう時に自分の売りを作る。天気が良くて晴れてる時の撮影は誰でも撮れるけれども、悪天候の時の方が、その人の頑張りだったり、イメージだったり、そういうものが出やすいっていう話を聞きました。ですから、まあ悪条件撮影に臆することなくですね、まあ一生懸命、自分の絵作りをすることが、まあ新しいね、その新しい次のね、良い結果に結びつくと思います。ということで、まあ今回はですね、雨の日の撮影ですね。まあちょっといろいろね、話があったんですけれども、まあ基本的にはですね、機材を濡らさないように撮影しましょうということですね。まあ昔のオートフォーカスは、雨を拾って雨にピントが合うなんてことがありましたけれども、最近はですね、やはり、まあ、オートフォーカスの精度がかなり高いので、まあ、あんまり雨拾ってこう、ピントを持ってかれるってことが少なくなりましたね。昔はやっぱり雨を拾って雨の方にピントが来てるカットがいっぱいあったんですけれども、まあ、最近はそういう意味では、まあ、撮影が少し楽になったのかなと思います。以上です。まあ、ちょっとニコンはですね、まあ、僕のカメラのですね、そういう志や夢や希望をですね、一身に背負っていただいてますんで、ぜひですね、ニコン頑張っていただきたい。Z9 もバカ売れだったんで、このアタッチメントのここの部分をですね、早く開発して、こう作っていただいて、カッパを使いたいと。とにかくニコンさんカッパお願いしますね。今F マウントのカッパもディスコン扱いになってるみたいですね。商品がないみたいなんで、僕はたまたま F マウントのカッパはいっぱい買って持ってますんで、僕は大丈夫ですけれども、買えないっていう方もいらっしゃるみたいなんで、そこはですね、ちょっと、まあ、カッパ作ってくれるのに、新しいカッパを出してくれるのにしていただけると、非常に助かります。よろしくお願いします。で、次回はですね、Z9 のことをね、ついにやろうかと思います。まあ、大したことないんですけどね、僕が言ってるのなんて、そこら辺の飲み屋で飲みに行った時に、だべってる内容と大して変わんないっていう話がありますけれども、はい。まあ、もし、誰かの参考になったら嬉しいなと思います。ではまたお会いしましょう。ありがとうございました。